っとはい、というわけで今回の動画なんですが、世の中の SAS304 の加工をイージーにしたいという思いをテーマに、今回動画やっていきたいと思います。はい、というわけでフュージョン360の負荷制御加工、他のキャムとかで言うと、トロコイド加工とかって言ったりするんですが、負荷制御加工を使ったSAS304 の加工と、SAS304 の加工がイージーにできるエンドミル株式会社日清様よりですね、はい、こちら何本折ってもいいよということでエンドミルたくさんご用意いただきました。日清ねと、日清あの会社ねと思われた方多いんじゃないでしょうか。おそらくその日清ねと思われた会社さんは日清工具さんだと思うんですが、今回エンドミルのねご提供いただきましたのは株式会社日清さんということで、別の会社となっております。はい、小径エンドミルが得意なのかというとそういうことではなくてですね、軟削材等々の加工に非常に自信があるということで、軟削材というには少々心もとないところはあると思いますが、 SAS304 軟削材の入り口の方かなとは思うんですが、世の中 SAS304 の加工というのはやはりそれなりに重たいものということで、未だにちょっと重たいんであればそろそろ SAS304 の加工をもうちょっと気軽にできてもいいんじゃないのかなということで SAS304 を加工していきたいと思います。はい、ぜひ参考にしてください。というわけでね、早速加工していきたいと思います。はい、というわけで今から日清さんの SPGF4 の12ということで4枚刃12パイのエンドミルを使って加工していくわけなんですが、ガンガンちょっといってほしいというふうにご要望いただきまして、推奨切削条件よりもかなり上のところでやらさせていただきますので、実際にね導入される方はですね、今回の動画の切削条件をそのまま転用するというよりかは、押さえどころを抑えてやっていただきたいなと思います。今回はね、ピーク値をちょっと見ていきたいなと、うちの機械でできるピーク値を見ていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。トロコイド加工あるいは負荷制御加工ということで、波長は目いっぱい使いたいということで 35mm、AP ですね、 AP35mm、切り込みます。そして私がステンレスで調光のソリッドエンドミルを使うなら、無難に設定する条件といえば SAS304 に、切削速度は80ぐらいかな、 AE 径方向切り込みは 0.5 ぐらいかな、それで刃当たり送り、0.1 とか0.何歩0.1何歩とかっていうあたりがとりあえずノーマルに設定する切削条件なんですが、今回切削速度 V250 で、いきたいと思います。はい、というのも250でいけると言われたからということです。はい、大丈夫ですか日清さん。はい、そして AE ですね、 AE の方は、もう追ってもらって構わないと言っていただいておりますので、 0.5 とかっていう下から刻んでいくっていうことはやめて、とりあえず 1mm 切り込んでいきたいと思います。そして刃当たり送りは、0.1 から始めたいなと思います。はい、ではやっていきたいと思います。加工の方をしていきたいと思います。1パス目はねちょっとかする程度かなと思いますが、2パス目以降が 1mm 切り込んでいくという感じになります。こちら主軸負荷等々見ていただければなと思います。さあやっていきましょう。はい、今 1mm ね径方向で切り込みました。動画の見やすさを優先いたしましてセンタースルー、コレットスルーでやらさせていただいております。非常に軽快ですね。主軸負荷はそれほどこういった感じですね。切れ味がいいでしょうか。それほどトルクがかかっているというような感じもないかなと。結構高めの条件、特に切削速度250ということで非常に高めの条件で、しかも AE1mm で刃当たり送り 0.1 ということで、非常に普段は私そんな条件設定しませんが、軽快な切削感、鉄を削っているような感覚ですね。はい、というわけで、まだ全然いけるでしょう。この感じなら AE、AP そのままに刃当たり送りだけ上げたいと思います。切削速度もそのままに。0.2 いきましょうか。 0.15 とか刻んでいってもあるので 0.2 いきたいと思います。
刃当たり送りだけ 0.1 から 0.2 に変更いたしました。大丈夫ですか、西さん。やりますよ。はい、いきます。おお、まあこれワンパス目はかするだけ。おおおおおおお、なるほどなるほど。音はね、送りが上がったなっていう程度にやはり大きくなっているんですが、まあそんな無理してる感じはないですかね。はい、主軸トルクもそれほど上がっておりません。まあ送り軸のねトルクの方が上がっているぐらいですね。ご覧いただきますと、まあ、エンドミルは特に何の損傷もなく、こちら1回目 0.1 で送った方、こっちが 0.2 で送った方ですね。はい、仕上げパスを入れておりますので、どちらも非常に綺麗に仕上がっております。はい、0.3 いきますか。折るまでいっていいということなんで、答える形で私 0.3 でいきたいと思いますが、本当はやりたくない。はい、はい、というわけでカメラの撮影方向変わっております。反対側は加工しますので、ダメそうなら、止めるかもしれません。止める間もなく折れるかもしれません。はい、やっていきたいと思います。さあ行きましょう。はい、これはかすってるだけ。おお、はいはい、0.3。割といっとるな。おっと、折れてい。止めます。はい、何があれかな。ああ、エンドミルが折れました。AP35、AE1 ミリ、そして刃当たり送り 0.3 で折れましたと。ああ、はい。まあ単純に切削条件かな。まあエンドミルが抜けてきてね、どんどん深く切り込んでいるっていう風でもないですし、まあ単純に 0.3 が早すぎるという感じでしょうか。はい。まあ 0.2 で4つ角全部いけるかどうか、ちょっとねチェックしていきたいと思います。切削速度250でございますから、鉄かよみたいなね、鉄でも結構気合の入った切削速度やなと思うところなんですが、いけるかな。行ってみたいと思います。参ります。 OK ですね。まあ本当はね、外部給油もバンバンかけた方がいいんですけど、見づらいじゃないですか。ちょっと一旦止めさせていただきまして、はい、こちら、荒取りが終わった状態ですね。はい、ご覧のような仕上げじゃねえ、荒肌となっております。
はい、形状こんな感じですね。今からねこの肉厚で 5mm の十字の壁面をね粗加工したこのエンドミルで仕上げていきたいと思います。比較的ね薄壁だとは思うんですが、ビビりなく仕上げが行われていると思います。ラボ。はい、ご覧のような感じで仕上げが終わりました。ここら辺ね、はい、壁でいうところの一番遠いここら辺でもねビビることなく非常に綺麗に仕上がっているかなと思います。このね縦筋、ちょっと縦筋が出てるんですけど、おそらく粗取りのパスがね均一に取れているわけではないんで、その影響でねちょっと出ているのかなと思いますね。もうワンパス入れときは良かったですね。ワンパス入れときはもっとつるっとなってたと思います。こちらの粗仕上げを行いましたエンドミルがこちらになっております。はい、いかがでしょうか。正直欠損らしい欠損はなく、まだまだピンピンしているなという感じですね。角の方はどうでしょうか。角の方も欠損らしい欠損はないかなと思います。はい、このままこの個体のエンドミルでポケット加工のねテストカットをやっていきたいと思います。一旦キャムの設定ポイントの要点を解説していきたいと思います。まずは工具の設定ですが、事前に登録してあります。ご覧の通り加工シチュエーションに合わせた条件を1つの工具に複数種類登録できます。トロコイド12としているものは AP 切り込み量12の場合の切削条件が登録してあり、その他切削条件も任意の条件が設定してあります。AP12 の場合 AE1.5 が標準になるよう登録済みです。AE35 の場合 AE0.5 にしてありますが、負荷制御コマンドにこの条件を登録しておくと自動的にコマンドが設定されて便利です。ぜひね、溝、ヘリカルとシチュエーション、素材別に条件を準備しておきましょう。ご覧のね、負荷制御パスの設定を見ていきたいと思います。Fusion 360の負荷制御は加工モデルとワーク形状を認識してパスを出します。そのためワーク形状の設定が思い通りのパスを出す肝になります。今青く反転しているのは加工モデルです。そしてこちらが設定に登録したワーク形状です。このように見ますとワーク形状と加工モデルの大きさが一緒なのが見て取れます。負荷制御コマンド単体の設定の中にもワーク設定ができます。設定内容を見ていきますと、取り残し加工にチェックが入り、ソースがボディからになっており、5つのボディが選ばれています。CAD の方の機能でダミーワークという名前のモデルを作成しております。こちらのダミーワークは実際には存在しないワークを CAM に認識させることで、最初のパスをこする程度の切り込み量にするために用意して読み込ませております。素材サイズの振れ幅にゆとりのあるパス設定をしたいので、コマンド内で大きめのワーク設定をしているということになります。先ほど解説した加工条件はこちらからでも選ぶことができます。今カスタムとなっているのはトロコイド35をベースに刃当たり送り設定を 0.1 から 0.2 に変更したためです。事故らないための設定として加工深さには注意が必要です。今回の場合はボトム深さを選択にして加工の底になる面を指定しています。この指定のおかげでこれ以上深い場所にはパスが出なくなります。特に重要な要点に絞って Fusion 360負荷制御コマンドの設定の解説を行いました。 CAM 解説の最後はシミュレーションを見て終わりたいと思います。ポケットをするっていうことは下穴を掘る必要があるんですが、
下なおこのエンドミルでヘリカル穴開け加工をした後、そのままポケット加工をしていきたいと思います。さあではやっていきたいと思いますが、しかしヘリカル 30mm はやりすぎてるような気もするんですよ。さすがにここはね追ってもいいという言葉に甘えるかもしれませんがはい、やっていきたいと思います。怖っ。いけたか。いけたな。穴開けはいけましたね。結構サスでね、僕ヘリカルとかやりたくないんでね、ドリル使いたいですね。はい、ただいけました。素晴らしい。さあ行きましょうか。ポケット加工ということで見にくいかとは思いますが、外部給油使わせてください。怖っ。最初のね狭いところをね乗り切ったということで、今音はね安定していると思います。こうなってしまうと正直、イージーだなと、鉄のようなね切削感がありますね。もりもり切り子が出てきてますね。はい、粗加工が終わりまして、仕上げ加工とで、先ほどねワンパス仕上げしかしてなかったので、今回はね2パス仕上げしたいと思います。そうか、外部給のまんまの方が良かったね。切り子、仕上げの切り子が申し訳ない。まあいいか、行きましょう。はい、ちょっとね中見ていきたいと思います。はい、ご覧のように、ポケット加工を行いました。今ここにある切り子全部こいつが出しております。こいつの加工の前に切り子全部掃除してたんでね。はい、いかがでしょうか。非常に綺麗に仕上がりました。深さに関しましてもピーッと、はい、30ミリいっております。ご覧いただいておりますこちらのポケット加工を行いましたワークと、外側のね十字形状に加工を行いましたワーク、両方とも加工しました、こちらのエンドミル、はい、この1本で両方とも加工いたしました。観察していきたいと思います。はい、ご覧いただいている通りですね、側刃全く損傷はないと、触ってみた感じもですねつるっとした切れ刃維持できているかなと思います。気になると思います。四つ角いかがでしょうか。私肉眼だとねあんまり見えないんですが、まだまだピンピンしているというふうに私の目では見えているんですが、映像の方ではどうですかね。はい、いかがでしょうか。底刃もねピンピンしておりますね。加工する前はね深さ 30mm のヘリカル加工はちょっとやりすぎかなと思いましたが、結構いい感じにいけていると
はい、安心しました。先ほどヘリカル加工もしましたが、それに加えて溝加工も一応対応しておりますよというふうに聞いておりますので、溝加工の方を加工してみたいなと思います。溝加工ったら2枚刃じゃないですか、3枚刃じゃないですかね、4枚刃ですけれども、溝加工やっていきたいと思います。じゃあやりますか。はい。いや、なかなか攻めてますね。はい、行きましょう。外部球も入れた方がいいとは思うんですが、見づらいですし、センタースルーでだけでいいですかね。はい。ヘリカル穴開けに関しては安定していると言っていいんじゃないでしょうかね。はい。キリコやば。途中マジで外部給油入れとった方が良かったって後悔しましたが、無事加工が終わりましたこのありさま、ちょっとマジでこれとスルーだけでやるようなもんではありませんね。皆様はぜひ外部給油もバシバシかけてね、キリコを吹っ飛ばしながら加工いただきたいなと思います。はい、エンドミルちょっと見てみましょうか。はい、ヘリカル穴開けをしました。ピン角の部分欠けてるんじゃないのか、欠けておりません。みっちみちのキリコの中をかき分けて進んでおりました。側刃欠けているのか、欠けておりません。ちょっとねアップで見てみたいと思います。加えて、こちら材料もね見ていきたいと思います。はい、というわけでこちらまず抜きをしました。はい、こんな感じでございますね。ちょっとこんな感じで材料の方に溶着しております。なかなか過酷な状況だったと思いますが、はい、ワークの方はこんな感じで切り抜きができましたと。はい、エンドミルの方ですが、はい、ヘリカル加工を行いまして、底刃、ピン角部分いかがでしょうか。ちょっと目がヘナチョコなんでちょっと見づらいですが、私の目がないですかね。はい、欠損等ないように思います。そして側刃どうでしょうか。はい、非常に綺麗な状態のままとなっております。見事にね溝加工も加工可能でしたと。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。加工した条件に関してはですね、TAS304 で切削速度250の負荷制御加工、あるいはトロコイド加工といった加工方法を難なく、しかも AP で35で AE で1ミリですよ。はい、しつこいですけどね、はい、そのかけしろでね負荷制御トロコイドいけますよというところに加えて、溝加工もいけましたよと。ちょっと溝加工はマジでドキドキしましたけど、そういうのも加工可能ですよと。そんなね日清さんのエンドミル、概要欄にねホームページと製品のね URL 貼っておりますので、興味出た方見てみてください。関西方面ではもうすでに人気のエンドミルということで、関西の方では結構出荷されているというふうに伺っております。そんなにお値段もむちゃくちゃな値段ではないということで、むしろお値打ちなエンドミルというふうに伺っておりますのでね、ぜひね興味出た方はお問い合わせしてみてはいかがでしょうか。はい、やっぱりCAM を使って、負荷制御加工でね軽快に加工していくというのは工具への負担も少ないし、機械への負担も少ないしということで、私はねやはり薄く早くっていうところをねお勧めしたいなとは思っております。はい、というわけで今回の動画面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。